ウランジより販売された 0XY シリーズの自由雲台付き三脚ウランジ 0Y をメイン三脚として1年半以上使用しています。2010年創業のカメラ用具メーカーコーマンフォトエキップメントの製品で1脚3脚雲台スライダー等を取り扱っています。自分の使用用途にマッチしており使い続けることになりそうです。そこでウランジ 0Y の所感をまとめてみました。良さを確認するとともに重くて絶対使わないと思われるダブルレッグビデオ三脚が欲しい欲を抑えています。それでは次のような順番で進行していきます。1、購入経緯について。それまで使用していた三脚。購入ポイント。2、使ってみて。第一印象。操作感。その他。3、ロックレバーの調整方法。1、購入経緯について。それまで使用していた三脚。購入ポイント。それまで使用していた三脚。前に使用していたのは種類 T004BX プラス C10S。トラベル三脚で収納時に収まりが良いものを探してこれにたどり着きました。操作感が良好で重量バランスも良く 1030g ながらかなり軽く感じます。小ぶりなので使い勝手も良く操作感も良いので今でもお気に入りの三脚です。買い増し無駄じゃないんだよの言い訳する理由は全高 1390mm なので立ち見での高さ以下となり使用できるシーンに制限がある。トラベル三脚なので縮めた際に太くまた展開収納時の逆開き動作が面倒。全高の不満に関しては激安カーボン三脚を2台ほど購入しましたが重心が腰高で倒れたり足のたわみゴム足の剛性不足操作感の悪さで常用は控えたいものでした。ストーンバッグで足を潰しながらなんとか使用する感じです。また収納状態では 1.5 リットルペットボトルより太いので持ち歩きもいまいち。感動でジンバルでの撮影が増えました。そんな問題を解消できそうなものが見つかり購入に至りました。購入ポイント。以下の条件をクリアするものを探してました。三脚のみの全高が 1500mm 以上重量 1.3kg 以下トラベル三脚縮長 450mm 以下アルカスイス互換マウント。問題を解決してくれそうなのがピークデザイントラベルトライポッドカーボンですが本家は高価すぎてアルミ仕様すら購入できません。指をくわえて眺めていたところ本製品が販売開始。カーボンでも本家のアルミより安いです。しばらく待って値落ちを待ちさらに5000円オフセールのタイミングで購入しました。ずいぶん待ちました。後発で販売されるであろう動画用三脚が気になったものの動画用雲台とともに購入。後に予想通り TT09 ビデオ棒が販売されました。ただし高さが 10cm 以上低いので私の条件外製品でした。全高は 1575mm で通常撮影では十分です。白馬 KUP80 を使用して 2m 超えでの撮影もしており高さ問題は解消しました。三角形センターポールのおかげで畳むととてもスリム。太さによるはみ出しが最小限なので収納時に周りに当たるリスクも減ります。重さも軽いとは言いませんがカーボン足なので良好です。自由雲台をレベリングベースとして使用するのでレベリングユニットの追加重量が減ると考えると非常に軽量とも言えます。
伺ってみて。第一印象。捜査官。その他。第一印象。足を開いて地面に置くとガツッと反動があり、安価なカーボン三脚にはなかった剛性感が感じられます。ひねりを加えてみると種類の三脚同様、ねじれ歪み感がなく、安価なカーボン三脚とは明らかに違います。脚径から予想していた剛性感より良好です。足はレバーロックでちょっと固めに設定されていました。調整も可能です。三脚を手で覆いながら回すことで素早く収納、ロックが可能です。ロック方式は好みの問題なので、ここでは割愛します。足の引っかかりはなく、レバー式として問題ありません。本来の自由雲台はレベリングベースとして使用しています。レベリングベースとしては操作が軽すぎ、自由雲台としては滑らかさに欠ける印象です。単体製品と比較した場合、動かす際の滑らかさと粘りが不足していますが、サイズと重量を考えれば頑張っているのではないかと思います。水準器があり、水平確認ができるのですが、マウント面にあるのでカメラを取り外さないと視認できないのがちょっと不便です。この点はマウントするプレートの工夫で対処しています。センターポールの伸縮はレバーで行いますが、最も縮めた状態では雲台部分が少し動きます。固定運用では問題ありませんが、動画等で動かす場合は収納時に少し残してロックしておくか、展開時にちょっと伸ばす運用を頭に入れておく必要があります。ロックレバーは保持力を保つためちょっと硬いです。センターポール分割によるローポジション撮影はちょっと面倒ですが、足を畳むと細くなる利点を考えれば許容範囲内です。センターポール逆差しによる逆さまローポジション撮影も可能ですし、私はミニ三脚を使用しています。センターポールのフックですが、小さいので直接バッグ等を引っ掛けるのは困難ですので、紐等を用意しておいた方が良いです。私は主に交換用 NP、F バッテリーをダイソーのハードポーチに入れてぶら下げています。足の開脚ロック部にバネがあり、開脚動作も普通に操作できます。ロックにバネがないものは浮いてずれたりするので嫌いです。三脚側に4分の1ネジアクセサリーマウントがあるのが嬉しいです。雲台側だと重量負荷で操作に悪影響が出ます。全体的には軽量で持ち運びを重視した三脚選びとして非常に高い満足度を得られる製品であると思っています。その他、アフターパーツで後発製品化が可能。別反射の類似商品の取り扱い始まる。動画三脚化。購入時の対抗製品。アフターパーツで後発製品化が可能。センターポールと自由雲台は分割できませんが、F38 クイックリリース対応。雲台付けセンターポール 0F38 クイックリリーストラベルトライポッドアクセサリーで F38 クイックリリース対応の後続製品と同等にできます。またフラットベースのセンターポールの別売りがあるので、ビデオ雲台 F38 クイックシュー付きフルード雲台を追加すると動画用の後続製品より高さで優れたものになります。ただし最適な仕様のものを初めから選ぶのが最善で、お金をかければ可能ぐらいに考えておいてください。将来魅力的なアップデートが増えることを祈りましょう。別反射の類似商品の取り扱い始まる。別反射からも似た商品が販売され始めました。
まだ初期値を維持しているようですが、これから購入を考えている方はセール等に備えて情報収集をしておきましょう。通常価格はいずれもあまり落ちないと思いますので、セールが狙い目です。ビデオ三脚として使用するため、以下の製品を追加購入しています。ウランジフルード雲台 U190 レストフォトレールノダルスライド 150mm アルカスイスゴカンプレート 50mm。 自由雲台をレベリングベースとして使用し、マウント面の水準器を見やすいようにアルカスイスゴカンプレートでビデオ雲台位置をオフセット。外さず前にずらして水準器を見る。ビデオ雲台にはレールノダルスライドを乗せ、前後重心調整可能にしています。またそれによりカメラケージのみで直乗せ可能です。また長時間撮影のため三脚の4分の1ネジアクセサリーマウントにはマジックアームで NP-F バッテリープレートを付け、外部ソースとして使っています。購入時の対抗製品。購入時の対抗製品はインノレル CT75C でした。レベリングベースを購入する必要がありますが、価格がお手頃です。しかしセンターポールレスで細身なのが良いのですが、レベリングベースと延長ポールを組み合わせると奇妙なことになるので購入を見送りました。スチルメインだったらありかも。ロックレバーの調整方法。いじる場所がここしかないので自明の理ですが、ロックレバーにあるネジを締めれば硬く、緩めれば柔らかになります。三脚を上から押し付け、縮まないことを確認しながら調整をしていきましょう。3mm の R 連キーを使用します。以上で三脚ウランジゼロ Y の所感の動画は終了です。カメラリュックのポケットに挿していろいろな場所に持ち歩き撮影している相棒です。私のいろいろな要望を最大公約数で叶えてくれています。